スリムさん、スーパーチャットいただきました。ありがとうございますね。お久しぶりです。3ヶ月ほどクロッキーと塗りなしの模写を繰り返しているのですが、書けるようになる瞬間は突然来るものでしょうか？不安になりました。結構突然来るものだと思いますよ。ドラクエでね、エクスペリエンス、経験値、貯めるとレベルが上がる。そうすると、ステータスが急に増えるじゃないですか。このある程度経験値を積んだところを境に急にね、レベルが上がったっつってね、急に上がるわけです。これと一緒です。だからね、こういうグラフにはなんないんですよ。なぜか。なんでなんないでしょうね。これ、勘違いしないでほしいのは、これは練習量ではないんですね。経験値なんですよ。ね。気をつけてくださいね。経験を積むことでしかね、レベルは上がりませんのでね。ドラゴンクエスト4トルネコ。武器屋でバイトしてるじゃないですか。ね。これね、いくらバイトしててもね、レベル上がんないんですね。なんでね、ちゃんと外に出て、それ相応の今の自分のレベルよりもちょっとね、背伸びしたぐらいの敵と戦うってことが、レベルアップにつながるね。いつまでもレベルが上がっているのに、最初の地にとどまってそこで戦っててもね、経験値稼げないんですよ。自分に合ったそれ相応の場所を探して、経験値を積んでいくと、段階的にレベルが上がっていくんでね。なんで、自分がやってることが手癖で書けるようになってるとしたら、ちょっとしんどいぐらいのレベルというか、難しく感じるものの絵を描く。練習だけしてても、それはトルネコのバイトみたいなもんなんで、やっぱ作品を発表してね、周りの人の目にさらす、もしくはなんか、賞レースに出してみるとかね、とにかく、練習とは別に経験値を積むようなことをしていただけると、レベルアップの実感が得られるんじゃないかなと思いますね。なので、あんま伸びてないなっていう気がしてるかもしれませんが、気がついたら、ね、ファンファーレとともにレベルが上がるなんてことがあると思います。そうね、アウトプットとインプットは両方セットでやった方がいいっすよ。なんかインプットしたのであれば、それを自分の中で消化するためには、自分の作品に一つ、落とし込んでアウトプットしてあげた方がいいです。まあもちろんね、仕事として絵を描かざるを得ない人は日々アウトプットはしてるとは思うんですが、そうでなくてね、仕事としてやってなくて、練習ばっかりになっちゃってるっていうのであれば、ぜひぜひ、賞レースに投稿するなり、Twitter とか Pixiv とか、何かしら人の目にさらすような、ことを合わせてしてあげた方が、いいかなというところですかね。そうですね。コンフォートゾーンを抜けるってことでしょうかね。成長が目に見えないのは草むらに隠れたウリのようなものだみたいなことわざありましたよね。最根端だと思いますけど。でもね、今、象の換算が100枚の練習より1回の本番って書いてますけど、練習なしで本番をただだだらにやってても、それは多分あんま意味ないはずです。意味ないはずっていうわけでもないけど、そのバランスですよね。何にせよどっちかに偏るのはあんま良くないような。例えばサッカー選手とか野球選手が何の練習もなしに試合だけずっと続けてて勝てるようになりますかっていう話と一緒ですさ。ね。試合は試合、本番は本番でもちろんやんなきゃ意味ないんだけど、それだけじゃ成長することはするかもしれないですけど、やっぱ両方合わせて考えた方がいいんじゃないでしょうかね。試合やってボロ負けしたらなぜ負けたのか考える。そしてそこを補うような何かをね、身につけてまた試合に臨むっていうことですよね。試合やって負けて何の反省もしない、何の補填もしないで、また同じように試合をする。また負ける。っていうことの繰り返しにならないようにね、Twitter とかに絵を連投してるけど、多分
なんか成長があまり感じられていないっていうようなタイプの人もいません？自分の好きな絵だけ描いてアップロードするっていう。まあ趣味でやってるんだったらそれでいいと思いますけどね。全然。なんで、ぜひぜひそこのバランスは取っておいてほしいなというとこですね。まあ、その辺の考え方は人それぞれなんでね。まあいいんじゃないでしょうか。何の研究もしないで、発表ばっかりしてて、うまくなるっていうか、そういう人あんま見たことないんでね。多分僕のその経験上って話ですよ。ね。特にアニメーションの仕事だと、あれなんですよ。自分の描けないカット、絵コンテっていうのが割り振られることがある。そういう時はやっぱ自分で調べて練習っていうか分析して練習してそのカットをこなすってことが試合に当たるっていうことなんで、僕はそういう部分を繰り返してきたおかげでまあなんとなくやってこれてるっていう気はしてますね。難しいシーンを割り振られる。これどうやって書いていいのかなって考えるでしょ。そうすると調べて練習するんですね。そうすると、なるほど、こういう感じなのか、こういう場合はっていうのをね、覚えるじゃないですか。そんで、仕事に、そのカットをね、書いて出すと。ね、そして、フィードバックを得るという流れでございますね。ということでございます。あんまり、負荷が強すぎてもこれ良くないって言われてるんで、ちょっと自分の今のレベルよりちょっと無理かなって思うぐらいのものを探してやれると一番いいんですよね。だからアニメの仕事ってそういう意味じゃ自分の成長にちょうどいいんですよね。ちょっとこのカット難しそうだなってものがあれば自分で調べて分析して、書けるように頑張ると。ね、そういうことの繰り返しなんで日々。まあ最近はそんなあれですけどさ、若い頃はね、やっぱそういう感じでしたね。そういう環境に身を置けるかどうかっていうのもね、大事だとは思います。同じことの繰り返しになりますが、アニメーターってさ、嫌が王にもそういう環境に置かれちゃうんで、勝手に。まあ自分である程度選べるようになったらカットがね、それはもう自主的にある程度のその自分の実力と相談してカットを選ぶ必要はありますが、どうしてもね、ついつい簡単なカットを取っちゃいがちなんですけどね。そりゃあね、1枚だけの口パクのカットと、これは芝居書くの大変だなっていうカットが同じ単価だったらさ、どうしても楽な方を取りたくなっちゃうんですけど、まとまったシーンでカットって選ぶんで、ある程度負荷のかかるものが1カットだけでも入ってるシーンを撮るようにするのがいいですね。アニメーターだったらね。面白そう。ね、これちょっと大変だけど面白そうってものがあれば、そういうカットが入ってるシーンを、選んで、やっていただくとね、いいのかなっていう気はします。自分のできる範囲の簡単なカットばっかり撮ってる人の末路がどうなってんのかっていうのは僕はよく身に染みて知っているので、皆さんにはそうなってほしくないなっていう。本当に仕事できなくなりますからね。簡単なシーンばっかりしか撮んないと。なんで、ぜひたまには難しいシーンも難しいカットも、まあご迷惑がかからない程度にチャレンジしてもらいたいっていう。あんまりちょっと難しすぎるカットをいきなり撮るのは、作家さんとか演出さんに迷惑かかりまくる可能性があるので、自分のできるレベルをね、相談して自分の書ける範囲と。で、書いてもらえると、仕事だったらね、取ってもらえるといいんじゃないかなと思うんですが、仕事でないのであれば、そこはもう自分の自由なんで、練習だったらやっぱちょっと難しい。これ、なんか書けないなっていうものをたまにはちょっと挑戦しないと、まあ要は脳に負荷がかかるようにやることを調整してってあげた方が上達するんじゃないかなっていうお話でございますってことですね。
だから結局どうするかっていうのはあなた次第になってくる。特に仕事してないうちはね、仕事してないうちに自分にしっかり鞭打って自分に適正な負荷をかけられるかどうかが成長の鍵になるんじゃないでしょうか。仕事を自分に負荷がかかるものをやらなきゃいけないってなると、必ず今の自分じゃ書けないものが出てきたら調べなきゃいけないでしょ。そこでちゃんとね調べて書くっていうようないいサイクルがね作れるとねいいと思うんですが、ぜひぜひ。で気がついた時になんとなく上手くなってるなって振り返った時にね、それは何年後かもわかんないですけど、そう感じる時が来ると思いますんでね。あと自信につながるしね、そういうのをやることによって。こんなカット無理だと思ってたけど、意外と自分でもできたなっていうさ、そういう自信にもつながると思いますんで、なるべく練習であれば、普段書けないな、無理だななんて思ってるものをちょっと率先して書いてみれば、意外と書けたなっていう感じになるかな。もしくは全然書けねえっていうことになるかもしれないですけど、書けなきゃ書けないでいいんですよ。なんで書けないのか分析して、こういう部分が自分には足りてないなっていうのが分かるじゃないですか。そしたら、それはそれで一つ賢くなったってことですからね。と思いますけど、それは僕が思うっていう話ですが。だから、何にせよ、決してそんなことはないと思うんですよね。でもね、あんまり、僕もそうですけど、追い詰めすぎても、それはそれで良くない。そして、そういう時は自分の書きたい、ね、簡単に書けそうなものを書いて、見繕ってリラックスというか、気晴らしをするのもありだと思います。